私の専門は商法です。慶應義塾大学法学部の松本信子です。私は会社法や非営利法人法、信託法、金融商品取引法などについて研究しています。今日は私が関心を持っているテーマを一つご紹介したいと思います。それは株式会社が公益目的のために支出をすること。例えば環境保全や格差是正のために寄付を行うことをどのように考えるかという問題です。ご存知のように株式会社とは株主から資金を集めて事業を行い利益を配当などの形で還元する仕組みです。株式会社を経営するのは取締役ですが、取締役は会社のお金、究極的には株主のお金を任されて事業活動をしていると言えます。そのため取締役は法律上善良な管理者の注意を持って経営を行うことを義務付けられています。この善管注意義務の中身として取締役は基本的には会社や株主の利益ができるだけ大きくなるように会社を経営することが義務付けられていると考えることができます。会社が公益目的のために寄付を行う場合には寄付を行うことを決めた取締役がこの善管注意義務に違反することになるかどうかが問題になります。取締役が自分自身のお金で社会のために良いことをするのは全く問題ないわけですけれども、ここで使用されるのは会社や株主から預かっている会社のお金だからです。この問題を考えるには、まず次の2つの場合を整理する必要があります。一つは会社がこうした寄付を行うことが会社の経済的な利益にもつながる場合です。例えば会社の姿勢に共感した消費者がその会社の商品を買ったり、優秀な従業員が入社したりということによって会社の利益にもつながっていると言えれば、取締役の善管注意義務違反が問題とされることはないでしょう。最近では社会的課題の解決を重視する意識が広がっているように思いますので、こうした意識をうまく取り込んで社会的課題の解決と会社の経済的利益の両立を目指していくということが重要になってくると思います。より難しいのはもう一つの場合です。それは公益目的のために寄付を行うことが会社の経済的な利益には結びつかない場合、あるいは少しは結びつくかもしれないけれども全体として見ると経済的にはマイナスになってしまう場合です。こうした場合をどのように考えるかについて考慮しなければならないポイントはたくさんありますので、ここで答えをお示しすることはできませんが、一つだけ考えるための視点をご紹介したいと思います。それは公益目的の寄付をするかどうかを取締役に判断させることが望ましいかどうかという視点です。どういうことかというと、社会的課題の解決に取り組むことができるのは株式会社だけではありません。例えば国や地方公共団体はまさに社会的課題の解決を主な役割にしています。そうすると、もし国の方が社会的課題に対処するのにふさわしい立場にいると考えるのであれば、株式会社自身が寄付を行うのではなく、株式会社にはできるだけ多くの利益を上げて税金を納めてもらい、国がその税金を使って社会的課題に取り組めばよいのではないかという考え方も出てくるかもしれません。あるいは会社のお金は株主のお金であるという観点から言えば、寄付をするかどうかは会社から配当を受け取った一人一人の株主が判断すればよいのであって、株主のお金を預かっている経営者が判断すべきではないという考え方もあり得るかもしれません。その一方で、株式会社やその取締役は日々のビジネスを通じて社会的課題に向き合っていますので、国や個人よりも課題の存在や重要性に気づきやすくて、より効率的、効果的に対応することが期待できるのではないかという考え方もできそうです。問題提起だけになってしまいましたが、ご興味を持っていただけたら、ぜひ考えてみていただけると嬉しいです。そうですね。この仕事をしていてやりがいを感じることはたくさんあるんですけれども、例えばゼミの授業はとても楽しいです。学生の皆さんはまさにこれから会社の中で会社を引っ張っていくことになる存在ですので、
そうした皆さんがどういうことを考えているのかということを感じながら、一緒に会社法の文献を勉強したりするのはとても楽しいです。もう一つは、公的な仕事をさせていただく機会があることです。法律を改正したり、その運用を検討したりする場面では、法律の研究者が役所の会議や研究会に参加させていただくことがあります。自分の勉強していることが少しでも世の中の役に立てばいいなと思って、気を引き締めて取り組んでいます。